んにちは。パン作りを探求するきらめきもちです。今回のテーマは具材の入れ時、ナッツやチョコ、ドライフルーツを入れる最適なタイミングを解説します。皆さんは具材の入れ時って意識したことありますか？実はタイミング一つで食感も風味も大きく変わるんです。例えばチョコを生地に混ぜすぎると溶けて消えてしまう。ドライフルーツをそのまま入れると焼き上がりが硬くなる。これよくある失敗なんです。でも大丈夫。この動画を見ればベストな入れ時がわかり、失敗しない下処理の方法が真似で仕上がりの違いを比較でき、これで理想のパン作りができますよ。ちなみに皆さんの好きなパンの具材は何ですか？ぜひコメントで教えてください。それでは早速具材の入れ時を詳しく見ていきましょう。具材を入れるタイミングは全部で6つあります。この違いでパンの仕上がりが大きく変わるんです。それでは1つ目から詳しく見ていきましょう。まずミキシング前のタイミング、事前に戻すことがポイントです。次はミキシング中、ここでは生地のこね具合が重要になります。ナッツやチョコは終盤に加えるのがおすすめ。一時発酵後に入れる場合は大きめの具材に最適。ただし均一に混ざりにくいので手でしっかり折り込んでください。成形時に具材を入れると特定の場所に集中させることができます。マーブル模様を作ったり綺麗な仕上がりを期待できます。トッピングは焼成前後で風味が変わります。焼成前にナッツや粉チーズをのせれば香ばしさアップ。焼成後に蜂蜜やグレーズを塗るとツヤと風味が増します。まとめると具材によってベストな入れ時は変わります。自分の作りたい食感、風味に合わせてぜひ試してみてください。とはいえ具材はそのまま入れちゃダメ。適切な下処理をしないと食感が悪くなったり風味が飛んでしまったり。これから具材ごとの精製下処理を詳しくご紹介します。ドライフルーツはそのまま入れると焼き上がりが硬くなってしまいます。ご覧のようなひと手間が肝心です。ナッツはローストするだけで風味が激変。こんな工夫で高級感アップ。チョコはそのまま入れると焼成中に溶けて消えるなんてことも。形状に応じて下処理をしましょう。チーズは種類ごとに下処理が違います。たっぷり入れても流れ出したら元も子もありません。注意が必要です。シード類やジャムもちょっとした工夫で仕上がりが変わります。複数組み合わせてみてもいいかもしれません。まとめると具材ごとに適切な下処理をすることで味、食感、風味を最大限に引き出せます。次回のパン作りでぜひ実践してみてください。ここまでの内容をおさらい。具材を入れるタイミングを工夫すれば食感や風味をコントロールできるというのが一つ。そしてもう一つは適切な下処理をすれば仕上がりがぐっと良くなるということです。ぜひ次のパン作りで試してみてください。今回の動画で新しく学んだことや試してみたい具材はありましたか？ぜひコメントで教えてください。あなたのパン作りのアイデアを聞かせてくださいね。この動画が役に立ったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。きらめきもちは今後ともパン作りの延長線上にある動画制作に邁進していきますので、どうぞお楽しみに。以上、きらめきもちでした。